私の名前は斉藤美咲。中高一貫の歴史ある女子校に通う高校1年生。派手なことが苦手で、休み時間はいつも文庫本の世界に逃げ込むのが好きだった。クラスには中心的なグループがあった。リーダー格のレナはいつもキラキラしていて、彼女の周りには沙織や由美といった取り巻きがまるで惑星のように付き従っていた。私とは住む世界が違う。他の日まではそう思っていた。それは移動教室から戻ってきた昼休み直前のことだった。忘れ物をして慌てて教室に戻るとドアの隙間から聞き慣れた声が漏れてきた。レナたちの声だ。ねえ、斉藤さんってさ、いつも変だよね。わかる？髪とかなんかいつもモサボサじゃない。服もさ、昨日と同じじゃないって思う時あるし。だらしない。クスクスという嘲笑が私の耳に突き刺さった。息が止まる。心臓がまるで氷水に浸されたように急速に冷えていくのを感じた。だらしない。確かに私はおしゃれに疎いかもしれない。毎朝寝癖を直すのに苦労しているし、制服の着こなしだってレナたちのように完璧じゃない。でも、それはだらしないということなんだろうか。私の存在そのものが彼女たちにとって間違いであるかのように聞こえた。私はその場に立ち尽くすことしかできなかった。ドアノブを握る力もなく、ただ壁に背中を預けて彼女たちの笑い声が遠ざかるのを待っていた。教室に戻ると何事もなかったかのように、レナが私に笑いかけた。美咲、お帰り。その笑顔の裏にある刃に、私は気づいてしまった。その日から世界は色あせて見えた。彼女たちの視線が、囁き声が、すべて私への悪口に聞こえる。地震という名の薄いガラスが、粉々に砕け散った音がした。夜、自分の部屋で鏡に映る自分を見た。もさもさの髪。少し疲れた顔。変なのかな。涙がポロポロと溢れて止まらなかった。数日間、私は抜け殻のようだった。授業にも集中できず、大好きだった読書も、文字が頭に入ってこない。このまま彼女たちの陰口に心を蝕まれ、惨めな高校生活を送るのだろうか。どん底まで落ち込んだ、ある雨の日の放課後、図書室で雨音を聞きながら、ぼんやりと外を眺めていた。すると、ふと、ある言葉が頭に浮かんだ。彼らが私をどう思うか、ではない。私が私をどう思うか、だ。それは以前読んだ本の一節だった。その瞬間、砕け散ったはずの心の奥底で小さな、しかし確かな炎が灯るのを感じた。悔しい。このまま彼女たちの言葉に支配されてたまるか。私を変だとか、だらしないとか言うのなら、誰も何も言えなくなるくらい完璧になってやろう。それは復讐とは少し違った。私の価値を他人に決めさせないための静かな、しかし燃えるような誓いだった。次の日から私の戦いが始まった。それは誰にも気づかれない孤独な戦い。まず、勉強。今まで平均点くらいで満足していたけれど、目標を学年トップに定めた。毎朝、誰よりも早く登校し、朝の静かな教室で30分、英単語を覚える。放課後は閉館時間まで図書室にこもり、苦手だった数学の問題と向き合った。レナたちがカフェで談笑している時間、私はペンを走らせ続けた。次に、身だしなみ。毎晩、丁寧に制服のブラウスにアイロンをかけた。YouTube を見て、簡単なヘアアレンジを練習し、もさもさだった髪をきちんと一つに束ねるようになった。それは誰かにこびるためじゃない。だらしない自分と決別するための儀式だった。そして部活。所属していたのは文化部の中でも地味な美術部。私は次のコンクールに向けて一枚の絵に没頭し始めた。テーマは光。教室の隅で感じた冷たい闇と心に灯った小さな希望の光。そのすべてをキャンバスに叩きつけた。もちろん、すぐに結果が出たわけじゃない。相変わらず、レナたちのグループは、私を遠巻きに見て何かを囁いていた。何度も心が折れそうになった。何のためにこんなことをしてるんだろう。その度に、私は図書室で聞いた雨音と、心に灯った小さな炎を思い出した。変化の兆しは小さなところから現れた。斉藤さん、この前の小テスト、満点だったんだって。すごいね。どうやって勉強してるの？隣の席の子が初めて私に勉強のことを聞いてきた。私は自分がまとめたノートを見せて丁寧にポイントを教えた。うわ、わかりやすい。ありがとう。
その屈託のない笑顔に少しだけ心が温かくなった。そんなやりとりが少しずつ増えていった。私が変わろうとしていることに気づいてくれる人が一人、また一人と現れ始めたのだ。努力を始めて3ヶ月が経った頃、最初の、そして最大の転機が訪れた。期末テストの結果が廊下に張り出されたのだ。学年順位1位の欄。そこには信じられないことに私の名前、斉藤美咲が輝いていた。嘘。斉藤さんが学年1位。廊下がざわめいた。クラスメートたちが驚きと尊敬の入り混じった目で私を見る。遠くでネナたちが息を飲む気配がした。私はただ静かにその啓示を見つめていた。努力が初めて目に見える形で報われた瞬間だった。その日からクラスの空気は明らかに変わった。私を変なこと見ていた視線はすごい声と変わっていった。休み時間にはここ教えてくれないと私の席に人が集まるようになった。そして追い打ちをかけるように吉報が舞い込んだ。美術部で出品していた絵が県のコンクールで金賞を受賞したのだ。選考集会の場で校長先生から表彰状を受け取る私に体育館中の生徒から大きな拍手が送られた。壇上からクラスの列を見た。ほとんどの生徒が笑顔で拍手をしてくれている。その中でネナとサオリ、ユミの3人はどんな顔をしていいかわからないというような引きつった表情で私を見ていた。その顔を見たとき、私は彼女たちに勝ったと確信した。しかし、私の逆転劇はまだ終わらない。本当のクライマックスは学校祭の準備期間中にやってきた。学校祭の実行委員2名。クラスの出し物である演劇の監督と脚本という最も大変な役職を誰もやりたがらなかった。空気が重くなったその時、私は静かに手を挙げた。私、やります。教室中が驚きで静まり返る。学年1位で美術コンクール金賞の私が、なぜわざわざ面倒な役職を、そんな空気が流れる中、ネナが鼻で笑った。タンタにできるわけないじゃん。人をまとめるなんて。その言葉はもう私の心には響かなかった。すると意外な人物が声を上げた。以前、私が勉強を教えた隣の席の子だった。できるよ。斉藤さんならきっとできる。私も手伝う。その声に続くように私も、これもやるよ。と次々にクラスメートが協力の声を上げてくれたのだ。いつの間にか私は一人じゃなくなっていた。静かな努力は気づかないうちにたくさんの味方を作ってくれていたのだ。レナたちのグループは面白くないという顔で準備には一切協力しなかった。しかし私たちは気にしなかった。私はみんなの意見を聞きながら脚本を書き上げ、それぞれのキャストに合った演出を考えた。準備の過程でトラブルもたくさんあった。でも、その度にクラスメートたちと知恵を出し合い、乗り越えていった。それは孤独だった戦いの日々とは違う、温かい充実感に満ちた時間だった。学校祭当日、私たちのクラスの演劇は大成功を収めた。体育館は笑いと感動の渦に包まれ、カーテンコールの拍手は鳴り止むことがなかった。打ち上げの教室でクラスメートたちから、美咲のおかげだよ。監督、ありがとう。と、次々にお礼を言われた。ジュースの紙コップを片手に、その輪の中心で笑う私。もう、そこには、教室の隅で本を読んでいた、かつての私の姿はなかった。その時だった。輪の外から、ネナが一人で気まずそうに近づいてきた。沙織とユミは少し離れた場所でこちらを伺っている。斉藤さん。周りのみんなが静かになる。どんな嫌味を言われるのかと、一瞬、空気が張り詰めた。しかし、レナの口から出たのは意外な言葉だった。天撃、すごかった。タンタがあんなことできるなんて思わなかった。そして小さな蚊の鳴くような声でこう付け加えた。タンタ、頑張ってたんだね。それは謝罪の言葉ではなかったかもしれない。でも、私には彼女が心の底から発した紛れもない白旗に聞こえた。プライドの高い彼女が私を認めた瞬間だった。私は静かに微笑んでこう答えた。ありがとう。でも、私一人の力じゃないよ。みんなが助けてくれたから。その言葉に、レナは少し驚いたような顔をして、そして小さくうなずくと、自分のグループの方へ戻っていった。それ以来、彼女たちが私の陰口を言うことはなくなった。私たちは親友になったわけではない。でも、
教室の中でお互いを一人の人間として尊重し合える関係に離れたのだと思う。それではまた次の動画でお会いしましょう。